にちは。今回はロックは淑女のたしなみでして第3話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。結局こうなっちまうのである。知ってた。早速罵り合ってる。罵り合い禁止は無理でしたね。こいつらいつも喧嘩してんだ。まるで成長していない。安川脚本だったのか。いいテンポでキレもあって面白かったな。やっぱり緩衝材メンバーが絶対必要っぽい。いやいや、ボーカルがいないのと自信がないのは全然違う問題だろ。インストバンドじゃキャラソン出せないじゃん。歌があった方がメッセージ性はあるけど、インストバンドはフュージョンなら多いが、オフボーカルでフジって出れるのか。フジロックのメインステージなんて有名じゃないと出れないぞ。バンド名はノーブルメイデンで決まりだな。ボーカルいないバンドはあるけど、売れたのは大してないよな。こいつら頂上級の大金持ちの大富豪だから売れる。金はどうでもいいんじゃない。インストバンドなのだけが今のところ弱点だな。アニメだと利点ないし。お嬢様はおしとやかに小指を立てていかないと。これでなんでエンディングがリトグリになるかね。みやび連れてこれなかったんか。ヤンマーで忙しいから。ガールズバンドアニメだし。みやびの音はお行儀良いだろ。エンディングくらいはインストが良かったな。ノーブルメイデンとはかけ離れているであろうものしかない気しかしない。インストバンドは演奏だけで勝負しないといけないからな。あっかりーみたいな見た目しやがって。なんかお団子取れそうな髪。そういう気持ちなのか義妹は。そっかちは繋がってないのか。すっごい顔しよるぜ。まあ妹視点ではそうなるな。この妹ちゃんをギターで分からせるのか。妹も毒気強いな。妹ちゃんちょろそう。義妹怖い。まあそうなるわな。5歳の連れ子なんて。そもそも親父はなんで庶民を5歳にしたの。金持ちが子持ちの女と結婚するのか。よほどいい女なの。バンドアニメの妹キャラは基本的に姉大好きキャラと大体決まっているのに、オープニング見る限り妹ちゃんはすぐ出れそう。穴埋め問題。オディがギタリスト。ボーカルいないバンドなんかいるのか。クソほどあるぞ。アホほどある。リコーダーしかいないバンドとか。インストで大ヒットしたバンドはない。 IMO。 そういえば歌がない曲を作ってると言ったらクラシックやってるんですかと言って、そうじゃないと言っても理解してくれなかったって人がいた。お嬢様の道楽だから儲けを目指さなくていいのか。気持ちよさそうなプレイ。顔にパンツかぶればバレない。結束バンドの足元にも及ばないのにフジロックとか。気持ちよさそうなプレイ。インストバンドじゃ山の上の舞台かな。ロープウェイで行くとこ。一機だけじゃフジロックまではいかないな。インストはちょっとジェフ・ベックぐらいしか。残り2人はいつ加入するんかな。ルパさんみたいな器の大きい仲介者が必要だね。オープニングやってるバンドメイドはフジロックじゃないけどサマソニには出るな。フンドスの声の演技がもう一つだな。田中敦子とか根谷美子とか小山真美とか豊口めぐみや田中理恵あたりのどすごい演技をしてほしい。インストバンドやったら商品展開するとき声優オタとかからの売り上げ見込めんやん。アニメ会社は商売にする気ないんやろか。中途から歌を入れたいという展開になるんでしょう。インストだけで聴かせるにはスタジオミュージシャン並みのスキルが必要だし。この横入りでしばらく停滞か。近年で一番バズったインストバンドのチョンは今はなぜかローファイヒットホットをやってる。ということで来週から JK とローファイヒットホットを組み合わせたアニメにしようぜ。ここまででまだ原作1巻分も終わってないという内容の濃さよ。秘密の関係だからこそぶちまけられる本音。よい。ベースとキーボードはいつ入るのかな。気持ちよくなるためのバンド。激しい交わり。言動の大半に意味深がついても不思議じゃないお嬢様はいいですわぞ。もう音羽とリリさ一生ぶつかり合っててほしい。いずれ下北沢や川崎のガールズバンドとも靴輪を並べる時が来るだろうか。
やはり罵り合ってる時のガンギマリの顔が素晴らしいですわね。メインヒロインがサイコパスの見本市とかしてんよ。今週も最高のセッションだった。いろいろ罵り合いながらもバンド形成。お上品にとは理由が罵り合いはやめられねえ。演奏シーンも迫力がすごくてグッド。次回は妹と一悶着ありそう。イヤー最高に扱ったギターやめられない止まらない迷子のそよルートだったね。不燃ゴミが出揃うの息ぴったりすぎだろ。あとバンドのルールで罵り合うの禁止ってなって残念も見れんのかと思ったけど即やってて笑い転げた。ロックとの決別、ビリサの過去背景が明らかに。お嬢様らしくない本性が見え隠れしたが、ビリサを崇拝する周りの人たちが結構盲目的笑い、解釈が随分とユニークで面白かった。今後セッションやバンド活動をすればするほど日常生活に支障をきたすかも。感情の暴走で交わり果てるまでぶつけ合う2人の空間。リリサがこれまでに貯めた鬱憤と彼女たちの興奮と好きが爆発し、文字通り2人のバラの瓶が割れる。音と演出が共鳴したような映像に引き付けられた。罵倒の末のバンド結成、最高にロックだ。そうか、ロックとは血なことだったんだ、悟り。このアニメを見てるとロックの概念が書き換えられていく。笑い。リリサちゃんには一生お嬢様は無理だと思います。笑い。2人だけでも楽しすぎだけど、他のキャラが増えたらどうなるのか楽しみ。非常に面白い。リリサと音羽のセッションシーンは何度見ても迫力があり、メダリストのスケーティングシーン同様のリアルさがある。リリサが吹っ切れたことで、義妹との関係性にどう変化が生じるのかも楽しみだ。心臓の鼓動のような8ビートで誘う音羽にお前をぶっ潰して自分の正しさを証明してやるとギターを手に取り始まるセッション。流れるように始まるセッションという名の殴り合いユリックスが最高なんですよな。ビリサの母親を名家に認めてもらう自己犠牲的な努力と、亡き父から教わったギターで自分を表現できる楽しさとの葛藤。音羽との言葉にならない魂のセッションで、二輪の花が割れて混ざり合ったことで、どちらのリリサも本当の自分と認めれたの、いい演出だった。デパートのコスメ売り場並みに漂うむせ返るようなユリ臭にクラクラするが、演奏シーンも好き以外にやる理由があるなら教えてくださいのセリフもかっこいい。演奏前演奏後のドラマー黒上ロングさんの性格表現っぷりも良いが、彼女も何か重いもん抱えてそうだな。バンドと淑女の両立もテーマなんだなと思ったらやっぱりの字で笑いました。抑えきれないロックへの情熱が伝わってきて、これは最終的にはレギを捨ててやるくらいの勢いになるのでは。そして相変わらず名描き方が良いですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。